序章。あなたの行きたくないは正しい。年末が近づくと届く一通の封筒。差出人は懐かしい学校名と同窓会実行委員会の文字。封を開けると出欠確認のハガキ。出席と欠席の二択を前にペンが止まる。行くべきなのか、行かなくてもいいのか。この瞬間、胸の奥に湧き上がる言葉にできないモヤモヤ。実はこの感覚を持つ人は決して少数派ではない。ある調査によれば同窓会への参加意向についてあまり参加したくないと答えた人の割合は全体の約半数に達するという報告がある。つまり2人に1人は同じように迷いを感じている。しかし多くの人はこの気持ちを口にできない。昔の友達に会いたくないなんて冷たい人間だと思われるのでは、社会性がない人だと評価されるのでは、そんな不安が本音を押し殺させる。今回の動画ではこの同窓会に行きたくないという感情の正体を心理学と社会学の観点から徹底的に解明していく。結論から言おう。同窓会に行かないという選択は決してネガティブなものではない。むしろその選択の裏には科学的に裏付けられた合理的な理由が存在する。この動画を最後まで見ることであなたは自分の選択に自信を持てるようになるだろう。そして本当に大切にすべき人間関係とは何かという問いへの答えも見つかるはずだ。第一章同窓会をめぐる社会心理学。まず同窓会という場がどのような心理的特性を持っているのかを理解しよう。社会心理学者のレオン・フェスティンガーは1954年に社会的比較理論を提唱した。人間は自分の能力や意見を評価する際に客観的な基準がない場合、他者との比較によって自己評価を行うという理論だ。同窓会はまさにこの社会的比較が最も活性化しやすい場である。なぜなら参加者は同じスタートラインから人生を始めた者同士だからだ。同じ学校で同じ教育を受け同じ時代を共有した。だからこそあの頃は同じだったのに今はという比較が自然発生する。年収、役職、結婚の有無、子供の有無、住んでいる場所、外見の変化、これら全てが無意識の比較対象となる。フェスティンガーの研究によれば人間は情報比較と下方比較の両方を行う。情報比較とは自分より優れた他者と比較することで、これは劣等感や嫉妬を生みやすい。下方比較とは自分より劣った他者と比較することで、これは一時的な優越感をもたらすが長期的な幸福にはつながらない。同窓会という場では両方の比較が同時に起こる。ある人に対しては劣等感を、別の人に対しては優越感を感じる。この感情の乱高下が心理的疲労を引き起こす。カリフォルニア大学の心理学者ソニア・リボミアスキーの研究では、幸福度の高い人ほど社会的比較を行う頻度が低いことが示されている。つまり他者との比較を避ける傾向がある人ほど主観的な幸福感が高いということだ。この観点から見ると同窓会に行かないという選択は社会的比較を避け、自分の幸福を守るための合理的な判断と言える。第2章弱い中体と強い中体の理論。次に人間関係の質という観点から考えてみよう。社会学者マーク・グラノベッターは1973年に弱い中体の強さという概念を提唱した。人間関係には強い中体と弱い中体がある。強い中体とは家族や親友など頻繁に交流し、感情的なつながりが深い関係を指す。弱い中体とは知人程度の付き合いで、たまにしか会わない関係を指す。グラノベッターの研究で興味深いのは転職など新しい機会を得る際には弱い中体の方が有効に機能するという発見だ。強い中体の人々は自分と似たような情報を持っているため新しい情報をもたらしにくい。一方で弱い中体の人々は異なる社会的ネットワークに属しているため新しい情報や機会をもたらしやすい。この理論だけを見ると同窓会は弱い中体を維持する場として価値があるように思える。しかしここで重要な区別がある。グラノベッターの言う弱い中体は異なるネットワークへの架け橋としての価値を持つ。同窓会の人間関係はどうだろうか。同じ学校という同質的なバックグラウンドを共有する人々の集まりである。多くの場合、参加者の社会的ネットワークは重複している。つまり同窓会で得られる情報は新規性に乏しい可能性が高い。本当に価値ある弱い中体を求めるならば同窓会よりも異業種交流会や新しいコミュニティへの参加の方が効果的かもしれない。第3章ダンバー数と人間関係の限界。イギリスの人類学者ロビン・ダンバーは人間が安定的に維持できる社会関係の数に上限があることを発見した。この数はダンバー数と呼ばれ、約150人とされている。しかしダンバーの研究はさらに詳細な階層構造を明らかにしている。最も親密な関係を維持できるのはわずか5人程度。次の階層は15人程度。その次が50人程度。そして最大で150人程度。この数字は脳の新皮質の大きさと相関しており、認知的な限界を反映している。つまり私たちの脳には本当に深い関係を築ける人数に物理的な制限があるということだ。この観点から同窓会を考えてみよう。同窓会で再会する人々の多くは現在の生活において150人の枠に入っていない人たちだ。なぜ入っていないのか。それは自然な選択の結果である。人生の過程で私たちは無意識のうちに関係を取捨選択している。連絡を取り続ける人、疎遠になる人。この選別は偶然ではなく、
相性や価値観の一致度を反映している。オックスフォード大学の研究チームが行った縦断的調査によると、人間関係は時間の経過とともに自然に整理され、維持される関係は双方にとって価値のあるものに収束していく傾向がある。つまり今現在連絡を取り合っていない同窓生との関係は自然淘汰の結果として疎遠になったと考えることができる。この自然な過程を無理に逆行させることに果たして意味があるのだろうか。もちろんあの人にまた会いたいと心から思える相手がいるなら話は別だ。しかしその場合は同窓会という形式を待たずとも個別に連絡を取ればいい。同窓会に行かない人の多くは本当に会いたい人とはすでに個別の関係を維持していることが多い。第4章アイデンティティの固定化問題。心理学においてアイデンティティは自己認識の革新をなす概念だ。発達心理学者エリクソンはアイデンティティが青年期に形成され、その後も生涯を通じて発達し続けると論じた。人間は常に変化し成長する存在である。10年前の自分と今の自分は同じ人間でありながら異なる人間でもある。価値観、考え方、興味関心、人生の優先順位、これら全てが時間とともに変化する。ここで同窓会特有の問題が浮かび上がる。同窓会において人は過去の役割に引き戻されやすい。学生時代におとなしい子だった人は今どれだけ社交的になっていてもその場ではおとなしい子として扱われがちだ。クラスのムードメーカーだった人は今どれだけ落ち着いた大人になっていてもその役割を期待される。スタンフォード大学の社会心理学者リー・ロスは基本的帰属の誤りという概念を提唱した。人は他者の行動を説明する際に状況的要因よりも性格的要因を過大評価する傾向がある。同窓会ではこの傾向がさらに強まる。なぜなら参加者は相手の過去の性格という情報をすでに持っているからだ。新しい情報よりも既存の認識に基づいて相手を判断してしまう。これは確証バイアスとも関連している。人は自分の既存の信念を確認する情報を優先的に受け入れ、矛盾する情報を無視しがちだ。あの人は昔からこうだったという認識があると、変化した部分よりも変わっていない部分に注目してしまう。この結果、同窓会では本当の今の自分を見てもらえないというフラストレーションが生じやすい。過去の自分に固定されることへの抵抗感。これが同窓会を避ける心理的動機の一つとなっている。心理学者カール・ロジャースは自己概念と理想の自己の一致が精神的健康の鍵だと述べた。同窓会で過去の自己イメージを押し付けられることは現在の自己概念との不一致を引き起こし、心理的な不快感をもたらす。特に学生時代に辛い経験をした人にとってこの問題は深刻だ。いじめられた経験がある人はその記憶と結びついた人々と再会することで当時のトラウマが再活性化する可能性がある。心理学ではこれを文脈依存記憶と呼ぶ。特定の場所や人々が過去の感情体験を呼び覚ますトリガーとなるのだ。第5章内向性と外向性の科学。スイスの精神科医カール・ユングは人間の性格を内向性と外向性という軸で分類した。この概念は後にアイゼンクやビッグファイブ理論など現代の性格心理学に引き継がれている。内向的な人と外向的な人では社会的場面でのエネルギー消費パターンが根本的に異なる。外向的な人は社会的交流からエネルギーを得る。人と会い、話し、交流することで活力が湧いてくる。一方、内向的な人は社会的交流でエネルギーを消費する。人と会った後は一人の時間をとって回復する必要がある。これは優劣の問題ではなく、単なる違いだ。神経科学の研究によると内向的な人は外向的な人に比べて社会的刺激に対する脳の反応が強い。つまり同じ量の社会的交流でもより多くの認知的リソースを消費する。ハーバード大学の発達心理学者ジェローム・ケーガンの研究では、内向性は生後数ヶ月の時点ですでに観察可能な気質的特性であることが示されている。これは文化や育て方ではなく、生物学的な基盤を持つ特性だということだ。同窓会は典型的な大人数での社交イベントである。多くの人と短時間で表面的な会話を交わすことが求められる。内向的な人にとってこれは極めてエネルギー消費の大きい活動だ。作家のスーザン・ケインは著書クワイエットの中で内向的な人々の価値を再評価する必要性を訴えた。内向的な人は深い思考、慎重な判断、少数との深い関係構築において優れた能力を発揮する。同窓会のような場で力を発揮できないからといってその人の社会性に問題があるわけではない。単に得意な社交のスタイルが異なるだけだ。内向的な人が同窓会を避けるのは自分のエネルギー管理の観点から見て合理的な判断と言える。限られたエネルギーを本当に大切な関係に投資する。これは決して社会性の欠如ではなく、むしろ資源の賢い配分だ。第6章時間の経済学と機械費用。ノーベル経済学賞受賞者のゲイリー・ベッカーは人間の行動を経済学的視点から分析する人的資本理論を発展させた。この理論では時間は最も希少な資源の一つとして扱われる。すべての人に平等に与えられた1日24時間という制約の中で何に時間を使うかは常にトレードオフを伴う。経済学には機械費用という概念がある。ある選択をした時に諦めなければならなかった事前の選択肢の価値のことだ。同窓会に参加することの機械費用を考えてみよう。
移動時間を含めれば半日から丸1日の時間が費やされる。その時間を使って他に何ができただろうか。家族との時間、自己研鑽、趣味への没頭、休息、新しいプロジェクトへの着手、これら全てが同窓会参加の機会費用となる。スタンフォード大学の経営学者ジェフリー・フェファーは著書の中で成功者に共通する特徴として時間の使い方に対する高い意識を挙げている。彼らは漫然と時間を過ごすことを嫌い、常にこの時間の投資対効果は何かを考える。同窓会を避ける人の中にはこの時間意識が高い人が少なくない。限られた人生の時間を何に使うか、過去の人間関係の維持に使うか、それとも現在の関係の進化や未来の可能性の開拓に使うか。この問いに対する答えは人それぞれだが、後者を選ぶことは十分に合理的な判断だ。心理学者フィリップ・ジンバルドーは時間的展望という概念を研究した。人間には過去思考、現在思考、未来思考という異なる時間感覚がある。過去思考の人は思い出や伝統を重視する。現在思考の人は今この瞬間の経験を重視する。未来思考の人は目標達成や将来の計画を重視する。同窓会は本質的に過去思考のイベントだ。あの頃は良かった。昔話に花を咲かせる。これらは過去思考の表れである。現在思考や未来思考が強い人にとって過去を振り返ることに時間を使うことは本能的に違和感を覚える。ジンバルドーの研究によれば健全な時間的展望とはどれか一つに偏るのではなく、バランスの取れた視点を持つことだ。しかし過去に過度にとらわれることは後悔や停滞を生みやすいことも指摘されている。同窓会に行かない選択は過去より今と未来を大切にしたいという時間的展望の表れかもしれない。第7章社会的アイデンティティ理論と集団貴族。社会心理学者ヘンリー・タジフェルとジョン・ターナーは社会的アイデンティティ理論を提唱した。人間は自分が所属する集団によって自己概念の一部を形成するという理論だ。私たちは個人としての自分だけでなく集団の一員としての自分というアイデンティティも持っている。学校という集団は人生の一時期において強力なアイデンティティの源泉となる。〇〇高校出身、〇〇大学卒業という貴族意識は確かに存在する。しかしこの貴族意識は時間とともに変化する。卒業直後は学校への貴族意識が強くても年月が経つにつれて職場、地域、家族、趣味のコミュニティなど新しい所属集団が生まれる。そしてアイデンティティの源泉も多様化していく。社会学者ジグムント・バウマンは現代社会をリキッドモダニティすなわち液状化した近代と表現した。かつては生まれた場所、家業、地域コミュニティなど固定的な要素がアイデンティティを規定していた。しかし現代ではアイデンティティは流動的で選択可能なものになっている。人々は人生の過程で複数のコミュニティを渡り歩き、その都度新しいアイデンティティを構築する。この観点から見ると同級生という集団への貴族意識は数あるアイデンティティの一つに過ぎない。しかもそれは過去の一時点に固定された貴族であり、現在の自分を反映していない可能性が高い。タジフェルの研究で明らかになったのは人間が内集団と外集団を区別しない集団をひいきする傾向があることだ。同窓会では同級生という内集団意識が活性化される。しかし長年疎遠だった人々を本当に内集団と感じられるだろうか。表面的には仲間でありながら実質的には他人という奇妙な距離感。この認知的不協和が同窓会で感じる違和感の正体かもしれない。現代社会学者のレイ・オルデンバーグはサードプレイスという概念を提唱した。家庭でも職場でもない第三の居場所の重要性を説いたものだ。カフェや図書館、趣味のサークルなど自発的に選んだコミュニティこそが現代人のアイデンティティと幸福感を支えている。同窓会は自発的に選んだ関係ではない。たまたま同じ時期に同じ学校にいたという偶然の産物だ。この選択していない関係への違和感が同窓会を避ける動機となることは心理学的に十分理解できる。第8章ソーシャルメディア時代の同窓会。2000年代以降ソーシャルメディアの普及は人間関係の在り方を根本的に変えた。Facebook、Instagram、LINE などのプラットフォームを通じて人々は常時接続された関係を維持できるようになった。この変化は同窓会の意味を大きく変えている。かつて同窓会は長年音信不通だった人々との再会の場だった。数年に一度しか得られない貴重な情報交換の機会でもあった。しかし今は違う。気になる同級生の近況は SNS でいつでも確認できる。結婚、出産、転職、旅行、日常のあれこれ、すべてがタイムライン上に流れてくる。オックスフォード大学インターネット研究所のアンドリュー・プシビルスキーらの研究によると、 SNS の利用は受動的利用と能動的利用で心理的影響が異なる。他者の投稿を眺めるだけの受動的利用は社会的比較を促進し、孤独感や抑うつを高める傾向がある。一方、自ら投稿し積極的に交流する能動的利用は幸福感にプラスの影響を与えることもある。同窓会に行くかどうかを迷う人の多くはすでに SNS 上で同級生の近況を把握している。そして多くの場合それは受動的な閲覧だ。他者の華やかな投稿を見て比較し、
時に劣等感を感じる。同窓会はこの SNS 上の社会的比較をリアルの場で増幅させる。画面越しで見ていた他者の成功を目の前で確認することになる。MIT の社会学者シェリー・タークルは著書 ALONETOGE Alone Together で現代人が接続しているのに孤独というパラドックスを抱えていると指摘した。 SNS でつながっていても本当の意味での深い関係が築けていない。同窓会はこの現象を象徴している。 SNS で友達としてつながっていても実際に会えば話すことがない。表面的なつながりは維持されているが実質的な関係性は空洞化している。この状況で同窓会に参加しても知っているのに知らない人々との気まずい時間が待っているだけかもしれない。カーネギーメロン大学の研究チームは SNS 上の友人の数と主観的幸福感の関係を調査した。結果は興味深いものだった。友人の数そのものは幸福感と相関しなかった。相関があったのは実際に交流している友人の数だった。つまり量より質が重要だということだ。同窓会で得られるのは数の関係だ。一度に多くの人と再会できる。しかしその関係の質はどうだろうか。深い会話ができるわけではない。本当の悩みを打ち明けられるわけでもない。むしろその時間を少数の本当に大切な人との交流に使った方が幸福感につながる可能性が高い。第9章ハーバード成人発達研究が教える幸福の条件。人間の幸福を科学的に解明しようとした研究の中で最も長期にわたるものがハーバード成人発達研究だ。1938年に開始されたこの研究は80年以上にわたって数百人の人生を追跡し続けている。研究を長年率いたロバート・オールディンガー教授は TED トークで研究の革新的な発見を明かした。良い人間関係が私たちを健康で幸福にする。これが80年の研究が導き出した結論だ。しかしここで重要なのは良い人間関係の定義だ。研究が示したのは関係の数ではなく質が重要だということ。何人の友人がいるかではなく、どれだけ信頼できる関係があるかが幸福を左右する。孤独感を感じている人は感じていない人に比べて健康状態の悪化が早く、脳機能の低下も早い。ここでいう孤独感とは一人でいることではなく、信頼できる人がいないと感じることだ。大勢の人に囲まれていても孤独を感じることはある。逆に少人数の親密な関係だけでも満たされることがある。この研究結果は同窓会に対する示唆に富んでいる。同窓会に参加して多くの人と再会しても良い人間関係が増えるとは限らない。むしろ表面的なやり取りに終始し、深いつながりを感じられない可能性がある。ウォールディンガー教授は別のインタビューでこう述べている。大切なのは関係の数を増やすことではなく、既存の関係を深めることだ。同窓会に費やす時間とエネルギーを現在の大切な人との関係強化に使う。この選択は科学的に見ても合理的と言える。またハーバード研究は温かい人間関係が50代での健康状態を予測する最良の指標だと明らかにした。学歴でも収入でも社会的地位でもない。人間関係の質こそが長期的な幸福と健康の鍵なのだ。同窓会で得られる関係は温かい関係だろうか。多くの場合、答えはノーだ。年に一度か数年に一度会うだけの関係では深い信頼関係は築けない。本当に温かい関係を求めるならば頻繁に会い、互いの人生に関わり合う関係を優先すべきだ。第10章選択的人間関係の時代。社会学者のバリー・ウェルマンはネットワーク個人主義という概念を提唱した。従来の人間関係は地域や職場など所属するコミュニティによって規定されていた。しかし現代では個人が主体的に関係を選択し、構築する時代になった。家族、地域、職場という既存の枠組みに縛られず、自分に合った人間関係を自由に選べる。これは人類史上かつてないことだ。インターネットとモビリティの向上がこの変化を可能にした。地理的な制約を超えて同じ興味や価値観を持つ人々とつながることができる。昔のクラスメートより今日オンラインで出会った人の方が深い話ができることもある。アメリカの社会学者クロード・フィッシャーは、友人選択の自由度が高まるほど、人々は自分と似た人を友人に選ぶ傾向が強まると指摘した。これはホモフィリーと呼ばれる現象だ。類は友を呼ぶ。ということわざの科学的裏付けである。同窓会の人間関係はホモフィリーの原則に基づいていない。たまたま同じ地域に住んでいた。たまたま同じ年に生まれた。という偶然の産物だ。価値観も興味も人生観も異なる人々が一堂に会する。この多様性を豊かさと感じる人もいるだろう。しかし居心地の悪さと感じる人も多い。現代において私たちは関係を選ぶ自由を手にした。この自由を行使することは決して悪いことではない。心理学者バリー・シュワルツは選択のパラドックスを論じた。選択肢が多すぎると人は不幸になるという逆説だ。しかし人間関係においては選択する力を持つことが幸福につながる。自分に合わない関係を続ける義務はない。エネルギーを奪う関係から距離を置く権利がある。同窓会に行かないという選択はこの関係を選ぶ自由の行使だ。社会的圧力に屈して望まない場に参加するのではなく自分の意思で関係を取捨選択する。これは成熟した大人の判断と言えるだろう。第11章日本特有の同窓会文化と同調圧力。ここで視点を日本社会に向けてみよう。
文化心理学者のハーリーとリアンディスは文化を個人主義的文化と集団主義的文化に分類した。アメリカやヨーロッパの多くは個人主義的文化に分類される。個人の自由と自己実現が重視される。一方、日本を含む東アジアは集団主義的文化とされる。集団への帰属と調和が重視される。この文化的背景が同窓会に対する態度にも影響している。集団主義的文化では集団から離れることへのネガティブな評価が強い。同窓会に行かないと付き合いが悪い。冷たい人というレッテルを貼られる恐れがある。社会心理学者の山岸俊夫は日本社会における安心と信頼の違いを研究した。日本人は集団内部では安心感を得やすいが、集団外部の人間に対する一般的信頼は低い傾向がある。この特性は同窓会という場においても現れる。同級生という集団内部にいることで安心感を得ようとする。しかしその安心感は表面的なものであり、真の信頼関係とは異なる。山岸の研究によれば閉じた集団への依存は長期的には社会関係資本の低下をもたらす。新しい関係を構築する能力が衰え、変化への適応力が低下する。同窓会という過去の集団に固執することはこのリスクを高める可能性がある。また日本社会には空気を読むという独特の文化がある。社会学者の土井武雄は前の構造の中で日本人の対人関係の特徴を分析した。明示的なコミュニケーションより暗黙の了解を重視する傾向がある。同窓会においてもこの空気が支配する。本音を言えない。当たり障りのない会話に終始する。これが同窓会は疲れると感じる要因の一つだ。心理学者の河合隼は日本人の自我構造について中空構造という概念を提唱した。中心に確固たる自我があるのではなく、周囲との関係の中で自己が定義される。この構造において他者からの評価は極めて重要になる。同窓会でどう見られるかを過度に気にしてしまうのはこの文化的特性の表れかもしれない。しかし現代日本では価値観の多様化が進んでいる。集団主義的な価値観だけでなく個人主義的な価値観も受け入れられるようになってきた。みんなと同じでなくてもいい。自分らしく生きることが大切。このような考え方が広まりつつある。同窓会に行かないという選択もその文脈で理解されるべきだ。集団からの離脱ではなく、自分らしい関係性の構築として肯定的に捉えることができる。第12章トラウマと回避行動の心理学。同窓会を避ける理由の中には深刻な心理的背景を持つものがある。学生時代にいじめや排除を経験した人にとって同窓会は単なる面倒な行事ではない。トラウマを再体験させる可能性のある危険な場なのだ。精神医学において心的外傷後ストレス障害いわゆる PTSD は、特定の出来事によって引き起こされる心理的障害として知られている。PTSD の症状の一つに回避がある。トラウマを想起させる場所、人物、状況を避けようとする行動だ。いじめの被害者にとって加害者や傍観者との再会はフラッシュバックを引き起こす可能性がある。当時の恐怖、屈辱、孤立感が生々しく蘇ってくる。この回避行動は病的なものではなく、自己防衛のための健全な反応だ。精神科医のジュディス・ハーマンは著書心的外傷と回復の中でトラウマからの回復過程を詳細に論じた。回復の第一段階は安全の確立である。トラウマを想起させる状況から距離を置き、安全な環境を確保することが最優先される。この観点から見れば学生時代に辛い経験をした人が同窓会を避けるのは回復のプロセスとして適切な判断だ。無理に参加してトラウマを再体験することは回復を妨げる。心理学者のピーター・レビンはトラウマが身体に記憶されることを明らかにした。身体はトラウマを記憶するという彼の理論によれば特定の環境や人物に遭遇すると身体が自動的に緊張反応を示す。同窓会に行くことを考えただけで胃が痛くなる。動悸がする。眠れなくなる。これらの身体反応はトラウマ記憶の表れかもしれない。このような身体的サインを無視して参加を強行することは心身の健康を損なうリスクがある。もちろん全ての人がトラウマを抱えているわけではない。しかし学生時代の記憶がポジティブなものばかりではないという人は決して少数派ではない。文部科学省の調査によればいじめの認知件数は年間数10万件に上る。つまり同窓会に参加する人の中には加害者も被害者も傍観者も混在している。この複雑な力学の中で全員が心地よく過ごせるはずがない。同窓会を避けることは弱さではない。自分の心を守るための強さだ。第13章成功者たちの時間哲学。世界的に成功した人々の多くが時間の使い方に独自の哲学を持っている。彼らの思考から同窓会に行かないという選択について考えてみよう。投資家のオーレン・バフェットは成功する人と本当に成功する人の違いは、本当に成功する人はほとんど全てのことにノーということだと述べている。これは選択的集中の重要性を示している。全てに参加しようとすれば本当に重要なことに集中できない。同窓会への参加もノーと言うべき対象かもしれない。アップル創業者のスティーブ・ジョブズは毎朝鏡の前で自問したという。もし今日が人生最後の日だとしたら、今日やろうとしていることをやりたいと思うだろうか。この問いを同窓会に当てはめてみよう。人生最後の日に同窓会に行きたいと思うだろうか。多くの人にとって答えはノーではないだろうか。
限られた時間を本当に大切な人と過ごしたいと思うはずだ。マイクロソフト創業者のビル・ゲイツは定期的にシンクウィークという一人で過ごす時間を設けている。喧騒から離れて深く思考する時間を確保するためだ。成功者たちは社交の機会を最大化するのではなく、戦略的に選択している。経営学者のピーター・ドラッカーは時間は最も希少な資源であり、それが管理できなければ何も管理できないと述べた。ドラッカーは時間の使い方を記録し分析することを推奨した。実際に記録してみると驚くほど多くの時間が重要でないことに費やされていることがわかる。同窓会はドラッカーの言う重要でないことに分類される可能性がある。緊急性もなく、真に重要でもない。しかし社会的圧力から参加してしまうことがある。心理学者のアンジェラ・ダックワースはグリッドすなわちやり抜く力の研究で知られる。成功に必要なのは才能よりも情熱と粘り強さだという。彼女の研究によれば成功者は長期的な目標に向かって一貫した努力を続ける。そのためには目標に関係のない活動を切り捨てる必要がある。同窓会が長期的な人生の目標にどう貢献するか。多くの場合、直接的な貢献は見出しにくい。もちろんネットワーキングの観点から価値がある場合もある。しかしそれは同窓会の本来の目的ではない。純粋に人脈構築が目的ならば同窓会より効果的な場はいくらでもある。ベストセラー作家のグレッグ・マキューンは著書エッセンシャル思考でより少なく、しかしより良くという哲学を提唱した。あれもこれもとでを広げるのではなく、本当に重要なことだけに集中する。同窓会に行かないという選択はまさにエッセンシャル思考の実践だ。参加しなければという義務感を手放し、本当に大切なことに時間を使う。これは決して怠惰ではなく、戦略的な選択だ。第14章心理的境界線と自己防衛。心理学において境界線は健全な人間関係を維持するための重要な概念だ。境界線とは自分と他者を区別する心理的な線引きのことである。どこまでが自分の責任で、どこからが他者の責任か。何を受け入れ、何を拒否するか。健全な境界線を持つことは精神的健康の基盤となる。心理療法家のヘンリー・クラウドとジョン・タウンゼントは著書境界線の中でこの概念を詳細に解説した。境界線が曖昧な人は他者の期待に過剰に応えようとしてしまう。ノーと言えない。相手の気分を害することを恐れて自分の意思を押し殺す。同窓会への参加を断れないのは境界線の問題かもしれない。行かないと悪く思われる。付き合いが悪いと言われる。これらの恐れは他者の評価を過度に気にしている証拠だ。健全な境界線を持つ人は他者の評価より自分の意思を優先できる。行きたくないから行かない。これはシンプルだが、境界線が確立されていないと難しい。クラウドとタウンゼントはノーは完全な文であると述べている。つまりノーというのに理由や言い訳は必要ない。同窓会には行きません。それだけで十分なのだ。しかし日本社会ではノーだけでは通用しにくいこともある。その場合でも詳細な理由を説明する義務はない。予定があって、体調が優れなくて、簡潔な理由で十分だ。嘘をつくことを推奨しているのではない。自分のプライバシーを守る権利があるということだ。精神科医のジョージ・サイモンは羊の皮をかぶった狼の中で操作的な人間関係について警告した。中には罪悪感を利用して他者をコントロールしようとする人がいる。みんな来るのに、せっかくの機会なのに、このような言葉で参加を強要されることがある。これは心理的操作の一形態だ。健全な境界線を持つことはこのような操作から自分を守ることでもある。第15章同窓会に行く人の心理と行かない人の心理。ここまで同窓会に行かない人の心理を中心に見てきた。しかしバランスの取れた理解のために同窓会に行く人の心理についても考察しよう。同窓会に積極的に参加する人には共通の心理的特徴がある。社会心理学者のマーティン・セリグマンが提唱したポジティブ心理学の観点から見ると、つながりは人間の幸福を構成する重要な要素だ。セリグマンのパーマモデルでは R すなわちリレーションシップス、関係性が幸福の5大要素の一つとされている。同窓会に行く人の中には純粋に人とのつながりを楽しむ外交的な性格の持ち主が多い。彼らにとって同窓会は新しいエネルギーを得る機会だ。また学生時代にポジティブな経験が多かった人は同窓会に対してもポジティブなイメージを持ちやすい。リーダー的立場にあった人、人気者だった人、充実した青春を送った人、彼らにとって過去を振り返ることは自己肯定感を高める体験となる。さらにノスタルジアという感情も同窓会参加の動機になる。サウサンプトン大学の心理学者コンスタンティン・セディキデスらの研究によると、ノスタルジアは単なる感傷ではなく心理的な機能を持つ。ノスタルジアは自己連続性を確認させ、所属感を高め、人生の意味感覚を強化する。同窓会で過去を懐かしむことでこれらの心理的恩恵を受ける人もいる。では同窓会に行かない人と行く人の違いは何だろうか。結論から言えばこれは優劣の問題ではない。性格、過去の経験、現在の生活状況、
価値観など複合的な要因によって決まる。内向的な性格の人は大人数の集まりでエネルギーを消耗しやすい。学生時代に辛い経験があった人は過去を振り返ることに苦痛を感じる。現在の生活が充実している人は過去より今を優先したいと考える。未来志向の強い人は過去を振り返ることに価値を見出しにくい。これらすべてが同窓会を避ける正当な理由だ。重要なのは行かなければならないという義務感から解放されることだ。同窓会に行くことが正解でも行かないことが正解でもない。自分の心に正直な選択をすることが正解なのだ。心理学者のカール・ロジャースは自己一致という概念を提唱した。自分の内面の感覚と外面の行動が一致している状態が精神的健康をもたらす。本当は行きたくないのに義務感から参加する。これは自己一致の欠如であり、心理的ストレスを生む。行きたければ行く。行きたくなければ行かない。このシンプルな自己一致が最も健全な選択だ。第16章同窓会に行かないことの潜在的リスク。公平を期するために同窓会に行かないことの潜在的なリスクについても検討しよう。まず孤立のリスクがある。同窓会だけでなくあらゆる社会的場面を避け続けると人間関係が極端に狭まる可能性がある。先に紹介したハーバード成人発達研究が示したように人間関係の質は幸福と健康の鍵だ。同窓会を避けること自体は問題ないが人間関係全般を避けることは問題になりうる。重要なのは同窓会を避けることと人間関係を避けることは別だと認識することだ。同窓会には行かなくても現在の友人、家族、同僚、趣味の仲間との関係を大切にしていれば孤立のリスクはない。次に機会損失のリスクがある。同窓会で偶然の再会がビジネスチャンスや人生の転機につながることも稀にある。社会学者のマーク・グラノベッターが指摘した弱い中体の強さを思い出してほしい。普段会わない人からこそ新しい情報や機会がもたらされることがある。しかしこのリスクを過大評価すべきではない。同窓会で人生を変えるような出会いがある確率は決して高くない。そのような出会いを求めるなら同窓会より目的を同じくする人々が集まる場の方が効率的だ。また後悔のリスクもある。年齢を重ねてからあの時言っておけばよかったと思う可能性がゼロではない。特に同窓生の訃報を聞いた時にもう一度会いたかったと感じることがあるかもしれない。このリスクへの対処法は本当に会いたい人には同窓会を待たずに連絡を取ることだ。数年に一度の同窓会を待つ必要はない。会いたければ今連絡すればいい。それができる関係こそが本当に大切にすべき関係だ。最後に自己正当化の罠について警告しておきたい。同窓会に行かない理由をあれこれ挙げることで本当の問題から目をそらしている可能性がある。例えば対人不安や社会恐怖が根底にある場合、同窓会を避けることで一時的に楽になっても問題の根本解決にはならない。もし社会的場面全般に強い不安を感じ、それが日常生活に支障をきたしているなら専門家への相談を検討すべきだ。同窓会を避けることは問題ない。しかし人生のあらゆる社会的場面を避け続けることは別の問題を示唆している可能性がある。第17章同窓会に行かないための実践的ガイド。ここからは具体的な行動指針について述べよう。同窓会に行かないと決めた場合、どのように対処すべきか。まず断り方について。最もシンプルで効果的なのは具体的な理由を述べずに丁寧に断ることだ。残念ですが今回は参加できません。これで十分だ。詳細な理由を求められても都合がつかなくて、予定があってと簡潔に答えればいい。嘘をつく必要はないが、全てを説明する義務もない。心理学者のハリエット・ブレイカーはノーと言える力の重要性を説いた。罪悪感じなくノーというためのポイントは相手の反応に責任を持たないことだ。あなたが断ったことで相手がどう感じるかは相手の問題であってあなたの問題ではない。次に本当に会いたい人への対処について。同窓会に行かなくても会いたい人には個別に連絡を取ればいい。むしろ個別に会う方が深い会話ができ、関係も深まる。同窓会の喧騒の中では落ち着いて話すことが難しい。静かなカフェや食事の場で1対1で会う方がはるかに有意義だ。同窓会には行けないけど、あなたには会いたい。このメッセージは相手にとっても嬉しいはずだ。多くの人と会う場より自分を選んでくれたという特別感がある。次に SNS での対応について。同窓会後には SNS で写真や報告が流れてくることがある。これを見てやっぱり行けばよかったと感じることがあるかもしれない。しかし SNS の投稿は編集された現実であることを忘れてはいけない。楽しそうに見える写真の裏で実際には退屈だったり疲れたりしていた人も多い。投稿されるのは最も楽しそうな瞬間だけだ。SNS での同窓会報告に過度に反応しないことが精神衛生上重要だ。最後に自分の選択を肯定することについて。同窓会に行かなかったことを後から自分で責めないこと。その選択には正当な理由があった。時間とエネルギーを他のことに使えた。その日何をしていたか思い出してほしい。家族との時間、趣味の活動、休息、仕事、それらは同窓会に行くより価値のあることだったはずだ。自分の選択を肯定することで次回も迷いなく判断できるようになる。第18章代替となる人間関係の構築。同窓会に行かない選択をした人が次に考えるべきことは何か。それは、
では何に時間を使うかという問いだ。同窓会を断ることで生まれた時間とエネルギーをどこに投資するか。これが人生の質を左右する。社会学者のレイ・オルデンバーグが提唱したサードプレイスの概念を再び取り上げよう。家庭がファーストプレイス、職場がセカンドプレイス、そしてそれ以外の居場所がサードプレイスだ。カフェ、図書館、スポーツクラブ、趣味のサークル、ボランティア団体。これらの場所で自発的に選んだ人間関係を築くことが現代人の幸福には重要だ。同窓会の人間関係は与えられた関係だ。自分で選んだわけではない。たまたま同じ学校にいたという偶然の産物だ。一方サードプレイスの人間関係は選んだ関係だ。同じ興味、同じ価値観、同じ目標を持つ人々が自発的に集まる。この選択の主体性が関係の質を高める。心理学者のエドワード・デシとリチャード・ライアンは自己決定理論を提唱した。人間の内発的動機づけには3つの基本的欲求がある。自律性、有能感、関係性だ。自分で選んだ関係は自律性の欲求を満たす。同窓会のように社会的圧力から参加する関係では自律性が損なわれる。自律性が満たされない関係はたとえ表面的には良好でも深い満足感をもたらさない。では具体的にどのようなコミュニティに参加すべきか。答えは人それぞれだが、いくつかの指針を示そう。まず興味関心に基づくコミュニティがある。読書会、映画サークル、スポーツチーム、音楽グループ、アート教室。これらは共通の興味を持つ人々が集まる場だ。話題に困ることがなく、自然な会話が生まれやすい。次に学びのコミュニティがある。社会人向けの講座、資格取得の勉強会、語学教室。向上心を持つ人々が集まる場では刺激的な出会いがある。共に学ぶ経験は強い絆を生み出す。また社会貢献のコミュニティもある。ボランティア団体、NPO、地域活動。社会に貢献したいという共通の志を持つ人々との出会いは深い満足感をもたらす。さらにオンラインコミュニティの可能性も忘れてはならない。地理的制約を超えて同じ興味を持つ人々とつながることができる。特にニッチな興味を持つ人にとってオンラインコミュニティは貴重な居場所となる。同窓会に行かない分、これらの場に時間を投資することで人間関係はむしろ豊かになる可能性がある。過去の偶然の縁より現在の意思的な縁を大切にする。これが現代における賢い人間関係の築き方だ。第19章家族と親密な関係への再投資。人間関係だけでなく自分自身への投資も重要だ。同窓会に費やすはずだった時間とエネルギーをどこに向けるべきか。最も価値ある投資先の一つがすでにある親密な関係の進化だ。心理学者のジョン・ゴットマンは数十年にわたって夫婦関係を研究してきた。彼の研究で明らかになったのは幸福な関係を維持するには継続的な小さな投資が必要だということだ。大きなイベントより日常の小さな瞬間の積み重ねが関係の質を決める。朝の挨拶、感謝の言葉、相手の話に耳を傾ける時間。これらの小さな行為が関係を強化する。同窓会の一日を家族との質の高い時間に充てることの価値は計り知れない。子供がいる人にとっては特にそうだ。子供の成長は驚くほど早い。今しかない瞬間を過去の同級生との再会より優先することは十分に合理的な判断だ。発達心理学者のダイアナ・バウムリンドは親子関係の質が子供の発達に決定的な影響を与えることを示した。親が存在することの重要性だ。物理的にその場にいるだけでなく心理的にも存在していること。同窓会に行って心ここにあらずの状態で帰宅するより家族と充実した時間を過ごす方が関係の質を高める。また配偶者やパートナーとの関係においても同様だ。心理学者のアーサー・アーロンの研究によると関係を深めるためには新しい体験の共有が効果的だ。二人で新しいことに挑戦し、共に成長する体験が絆を強化する。同窓会に行く代わりにパートナーと新しいレストランを開拓する。一緒に展覧会に行く。週末旅行を計画する。これらの体験は過去の同級生との表面的な会話よりはるかに関係を深める。親しい友人との関係も同様だ。本当に大切な友人は何人いるだろうか。ダンバー数の研究が示すように最も親密な関係を維持できるのは約5人だ。この5人との関係を深めることに時間を使う方が100人の同窓生と浅い交流をするより価値がある。同窓会に行かない日にその5人の中の誰かに連絡を取ってみてはどうだろうか。最近どうという一通のメッセージ、久しぶりに会わないという誘い。これらの小さな行動が本当に大切な関係を維持し強化する。第20章自分自身への投資。人間関係だけでなく自分自身への投資も重要だ。同窓会に行かないことで生まれた時間を自己成長に充てることができる。心理学者のミハイ・チクセントミハイはフローという概念を提唱した。完全に活動に没頭し、時間の感覚を忘れるほど集中している状態だ。フロー状態は深い満足感と幸福感をもたらす。同窓会では多くの人と表面的な会話を交わすことが求められる。フロー状態に入ることは難しい。一方、一人で読書に没頭する。創作活動に集中する。スポーツに打ち込む。これらの活動ではフロー状態を経験しやすい。作家のカル・ニューポートはディープワークの重要性を説いた。深い集中を要する知的作業が創造性と生産性の源泉だという。
現代社会は注意を分散させる刺激に満ちている。意識的に深い集中の時間を確保することが重要だ。同窓会に参加せずその時間を読書、勉強、創作、施策に充てる。これは自分自身への最高の投資だ。また身体への投資も重要だ。健康は人生の基盤だ。同窓会に行く代わりにジムで体を動かす。長めの散歩に出かける。ヨガや瞑想の時間を取る。これらの活動は心身の健康を維持し、長期的な幸福に貢献する。心理学者のケリー・マクゴニガルは運動が精神的健康に与える効果を研究してきた。運動はストレス軽減、気分改善、認知機能向上など多面的な効果をもたらす。同窓会の数時間を運動に充てることの健康効果は科学的に裏付けられている。さらに何もしない時間の価値も忘れてはならない。現代人は常に何かをしていなければならないという強迫観念にとらわれがちだ。しかし心理学研究は休息の重要性を示している。脳は休息中に記憶を整理し、創造的なひらめきを生み出す。同窓会に行かずに家でゆっくり過ごす。昼寝をする。ぼんやりと窓の外を眺める。これらの非生産的に見える時間が実は心身の回復に不可欠だ。自分自身を大切にすることは利己的なことではない。自分が満たされて初めて他者にも与えられる。同窓会に行かない時間を自分自身への投資に充てることは長期的には周囲の人々への貢献にもつながる。最終章。あなたの選択を肯定する。長い旅路を経てここまでたどり着いた。同窓会に行かないという選択について心理学、社会学、経済学、神経科学など多角的な視点から考察してきた。最後にもう一度革新的なメッセージを確認しよう。同窓会に行かないという選択は決して間違いではない。それは臆病でも薄情でも非社交的でもない。むしろ自分自身を理解し、自分の価値観に従って行動している証拠だ。社会的比較から距離を置く賢明さ、限られた認知資源を大切な関係に集中する判断力、過去のアイデンティティに縛られず成長し続ける意志、自分のエネルギーを理解して適切に管理する自己認識、時間という希少資源を大切にする意識、これら全てが同窓会を避ける選択の背後にある。もちろん同窓会に行くことを否定しているわけではない。心から行きたいと思うなら行けばいい。懐かしい友人との再会を楽しみにしているなら参加すればいい。問題なのは行きたくないのに行かなければならないと感じることだ。義務感や罪悪感から参加することは自分自身を裏切る行為だ。心理学者アブラハム・マズローは自己実現を人間の最高次の欲求と位置づけた。自己実現とは自分らしくあること、自分の可能性を最大限に発揮することだ。他者の期待や社会的圧力に従って生きることは自己実現から遠ざかる。同窓会に行かないという小さな選択は自己実現への一歩かもしれない。自分の本音に従う練習だ。脳という力を養う機会だ。哲学者ジャンポール・サルトルは人間は自由の刑に処せられていると述べた。私たちは常に選択を迫られ、その選択に責任を負う。同窓会に行くか行かないか、この選択もまた自分自身で引き受けなければならない。他者に決めてもらうことはできない。だからこそ自分の心に問いかけてほしい。本当に行きたいのか、何を求めていくのか、行かないことで何を得られるか、その答えは自分の中にある。最後に一つの提案をしたい。次に同窓会の案内が届いたら、すぐに返事をせずに少し時間を置いてほしい。そして自分に問いかけてほしい。これは本当に私が行きたい場所だろうか。この時間を他のことに使ったらどうだろうか。行かないことで何か失うものがあるだろうか。その問いに正直に答えた結果が行かないであれば堂々とその選択を貫いてほしい。あなたの人生はあなたのものだ。誰かの期待を満たすために存在しているのではない。自分らしく生きること、それが最も大切なことだ。同窓会に行かないという選択がその一歩になるなら、その選択を心から祝福したい。エンディング。この動画を最後まで見てくれたあなたに感謝いたします。同窓会に行かないという選択について多くの視点から考えてきました。もし共感できる部分がありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。あなたご自身の経験やお考えをお聞かせいただけましたら幸いです。自分も同窓会に行かない派ですという方、行こうか迷っていましたが、決心がつきましたという方、逆に行く理由が見つかりましたという方、どのようなご意見でも歓迎いたします。この動画が役に立ったと感じていただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いできますと幸いです。また同じように悩んでいるご友人がいらっしゃいましたら、この動画をシェアしていただけると嬉しいです。あなたの選択を応援しています。自分らしく生きていきましょう。それではまた次の動画で会いましょう。